こんにちは、野菜の日チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。タッパで作るパンシリーズの食パンの動画をたくさんの方に見ていただいていまして、その中で多い質問をまとめて今日は動画を撮ってみたいと思います。1つ目、二次発酵の時に生地が膨らまない、高さが出ないのはどうしたらいいですか？2つ目、1斤用のレシピを 1.5 斤やそれ以上の大きさの型で焼きたい時にはどうしたらいいですか？3つ目、上だけ焦げて周りが焼けないのはどうしてですか？4つ目、型にショックを与えて取り出すのはなぜですか？5つ目、型から取り出しにくい生地が張り付いてしまってボロボロになってしまったのはどうしてでしょうか？という今日は5つのことについてお答えと、それからそこを詳しくお話ししていきたいと思います。まず1つ目の二次発酵の時に、なかなか膨らまない、それと高さが出ないという質問についてですが、これはもう発酵温度が低いということと、時間が足りないということが原因です。なので温かい環境を作ってあげて、そして、優しく発酵するまで時間をかけて見守っていただくのが一番いいんですけれども、食パンの型に入っている生地は中心部まで温まるのに、とても時間がかかりますので、通常の発酵時間、30度とか35度ぐらいに比べるともう少し高い温度で発酵の環境を作っていただいた方が発酵しやすいと思います。だいたい40度から45度ぐらいの環境を作ってあげると40分から60分ぐらいの間で発酵できると思います。で、こちらのオーブンの発酵機能を使う時もだいたい30度から45度ぐらいまで設定温度があると思いますので、その中で40度もしくは45度ぐらいの設定温度にしてこの環境を作っていただくと簡単にできると思います。もちろん常温でですね、ゆっくり発酵させていただくのも大丈夫です。じっくり時間をかけていただけば生地も十分に熟成していきますので、私としてはそちらの方がおすすめかなと思います。それと生地作りの時にしっかりと混ぜ込みをですね、2分ぐらいよく混ぜていただいて生地を休ませることでグルテンを強くしたり、あとは何度か折りたたんで弾力を作ったりしています。でその工程もちゃんとやっていただくと、ふーっと発酵して膨らむ時にこれが支えてくれるんですね。この生地作りをちゃんとやっていただくっていうことも、このボリュームが出るとかちゃんと膨らむっていうことがすごく大切なことになってきます。ですので動画を見て工程を省略せずにちゃんとやっていただければ必ずうまくいくと思いますので、諦めずにまた再チャレンジしてください。次が1斤用のレシピを 1.5 斤やそれ以上の大きさの型で焼きたい時はどうしたらいいですかということですね。これは単純に 1.5 倍とか、例えば 2斤だったら2倍というふうに等倍にしていただければ大丈夫です。その中でもイーストだけは少し少なめにしていただいても大丈夫ですので、そこだけ調節をしてください。小さな型しかない時には食パン型がこの容量が1600から1700ミリリットルぐらいなので、自分のお持ちの型、例えばパウンド型とか小さな丸型でもいいですけれども、そこにお水を入れて容量を測っていただいて、何ミリリットルあるかなっていうのを測ってから生地量で分けていただければ大丈夫です。次が上だけ焦げて周りが焼けないのはどうしてですかという質問です。これはオーブンの中の広さと型の大きさのバランスが合っていないために、熱の対流がですね、型によって遮られてしまってうまく熱が循環しないのが原因です。小さなオーブンの中でこの大きな食パン型を入れた場合によく起こりがちですし、普通の大きなサイズのオーブンでも型を何個も一緒に入れてしまうと同じようなことが起こります。その場合には予熱時間をいつもより長めにとってオーブンの中を十分に熱くした状態で焼き始めることと、焼く温度も少し高めにしていただいて、そうすると表面がね、すぐに焼き色がついてくると思いますので、焼き色がついたら表面はアルミホイルなどで覆って、ガードしていただいて、焼き時間を十分にとって焼いていただく、もしくはもう少し長めに焼いていただいてもいいかもしれません。そんなことを工夫しながらやっていただくと少し改善すると思います。で、4番目ですね。型にショックを与えて取り出すのはなぜですかということです。
焼きたての生地の中はですね、すごく水蒸気がたっぷり入って重い状態になっているんですね。そのまま型の中に置いていく時間が長いと、中心部の重さに引っ張られて周りからぐーっとこう中心に向かってこうくぼんでいってしまったりとか、あとは腰折れといってですね、こう安定しないグラグラしたようなパンになってしまいます。ですので、焼き上がったらすぐにこうパンとショックを与えて、ショックを与えることで生地とこの型の間からパッとこう水蒸気が抜けて、そしてすぐに取り出すことで生地の側面からこう十分にですね、水蒸気がどんどん逃げて、パンはいい状態、形が保たれて、出てきます。焼き上がったらすぐにパンとこうショックを与えて、水蒸気をすぐに出してあげて、そして型から取り出して、十分に蒸気を逃がしてあげる。これをちゃんとやっていただくと、形がきれいなパンが焼き上がります。それから最後、これが一番多い質問なんですが、型から取り出しにくいですとか、生地が張り付いてしまってボロボロになってしまいましたということなんですが、型に生地が張り付いてしまう原因4つぐらいあるんですけれども、まず新しい型で空焼きを十分にしていないことですね。で、空焼きというのは買ったばかりの型をですね、最初に使う時に空焼きをしてくださいというのが多分書いてあると思うんですけれども、だいたい180度ぐらいの予熱をしたオーブンの中に入れて30分とか40分ぐらいしっかりとこの型ごと焼いていただきます。その後に冷めてから、この内側にですね、油を塗ったりして、なじませてあげる、それが空焼きです。で、油を塗ってから、少し温度を上げて200度ぐらいで、15分ぐらい焼いていただくと、型の中に油が少し染み込んでですね、いい状態になります。油を塗ってちゃんと焼いていただくことで、ここに油膜ができてですね、生地が張り付きにくくなります。で、それでもまだなかなか離れないっていう時には、それを何回か繰り返していただければ、そのうちに馴染んできますので大丈夫だと思います。張り付いてしまう2つ目の原因ですが、焼く前に生地を入れる前の状態で、この型の内側に油が十分についていないのが原因というのもあります。生地を入れる前にですね、ここの内側によく塗っておくんですけれども、キッチンペーパーなどにたっぷり染み込ませて塗ったり、あとバターを塗りたい方はこうしっかりですね、こう塗ってあげたり、ハケを使っていただいてもいいと思いますけれども、それで塗ってください。で、私はですね、よく使っているのがこのスプレー式の、食用油脂というのがあります。これ型にこうシュッとやるとできるんですけども、シュッシュッとこう吹きかけると内側にですね、綺麗にまんべんなく塗ることができるので、これよく使っています。だいたいこれ1本あるとですね、毎日焼いてる人は、意外とすぐになくなるかもしれませんけれども、でも1年以上持つんじゃないかなというぐらいの、量が入っています。ここに噴射されるのは非常に微量なので意外と長持ちするので、それからこれが一番ですね、多い張り付いてしまう原因の空焼きの次に多い原因なんですけれども、食パン焼いて取り出した後に型を洗剤でよく洗ってしまうと、もう油膜が取れてしまうので、次からはまた新品同様の状態になってしまいますので、また空焼きからスタートしなければいけないくらい張り付いてしまいます。一般的に食パンの型は洗わずに、洗ったとしても水洗い程度、基本的には洗わずに使います。で、取り出した後は汚れている部分をキッチンペーパーでもいいんですが、ちゃんと内側を拭き取っていただければそれで十分ですので、できるだけ洗わずに使っていただくと油がどんどん馴染んでいって、型は使いやすい型になると思います。中に傷があったりとか、そういう場合にも張り付く原因になりますので、なかなか出ないからといって金属のヘラとかでガリガリやったりとか、あと竹串なんかも結構傷がつきやすいですし、ナイフを差し込んで取り出そうとしてこの型の方に傷ができてしまったなんてことも張り付く原因になりますので、そういうことはしないようにしてください。プラスチックなんかのヘラを差し込んでいただくとか、少し冷めるまで待っていただくとか、あとはよく混ぜる時に使っているカードですね、カードをちょっと差し込んで、いただくっていうのがいいかなと思います。なるべく金属とか竹串などのこのとんがったものを差し込んで傷をつけないように気をつけてください。
はい、ということで今回は、この食パンの、作る時の質問にお答えしながらポイントをまとめさせていただきました。これからまた食パンを作る方、ぜひ参考になればと思いますので、どんどんね作っていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。